皆さんこんにちは。のんのルームののんです。今まで一人暮らしの時のルームツアーは何度かやったことがあるのですが、そのままの部屋で二人暮らしを始めたので、今日の動画では二人暮らしのルームツアーをしていきたいと思います。同じ部屋で一人暮らしから二人暮らしに変わったということで、置いてある家具はほとんど変わらないんですが、どんな風にレイアウトを変えたかっていうところを楽しんで見ていただけたらなと思います。部屋にあるものは口頭でも紹介していくのですが、概要欄にもリンクを貼っておきますので、気になるものがあればよかったら参考にしてみてください。それでは玄関からスタートしていきます。玄関はこんな感じのインテリアになっています。玄関を入ってすぐにダイニングテーブルを置いているので、空間を仕切れるようにこちらのウニコのマルチクロスで空間を仕切っています。マルチクロスは天井にフックをつけて、そこで引っ掛けて吊り下げているような形になっています。その横にはライトがあります。ライトはつけるとこんな感じ。エジソンライトになっています。築50年の家なので、設備がちょっと古くてですね、今の家ってシーリングライトが基本だと思うんですけど、電球を天井に直接挿すような形のタイプになっていたので、すごい大きい電球を楽天で探してきて買っています。一人暮らしの時にはなかったこちらシューズラックを置いています。彼も私も服や靴が多いので、一人暮らしの時はもともとある収納でなんとか賄えていたんですけど、二人暮らしになった瞬間にもう服と靴が溢れてしまったので、狭い玄関にも置けるような縦型のシューズラックをこちらも楽天で探してきて設置しました。玄関の下はもともと黒いフロアマットみたいなものが敷かれていたのですが、インテリアに合わないかなと思ったので、コンクリート調のフロアシートを自分で DIY をして敷いています。こちらも楽天で購入しました。マルチクロスの反対側には無印良品の壁につけられる家具をつけています。ここに大輔近藤のガチャガチャのフィギュアを置いています。他のところにも分散して置いてあるので、かくれんぼの気分で皆さんも探してみてください。玄関を入ってすぐのところにはフランフランで買ったマットを敷いています。冬用のスリッパはスブのスリッポンを履いていて、私は去年パムでコラボしていたものを買って、彼のは楽天で見つけた可愛いシルバーのミラーボールみたいなものを買いました。こちら床が白いと思うんですけど、この床はよく見るとこう四角くなっていまして、タイルを自分で敷き詰めました。もともとは茶色いフロアシートが敷かれていたのですが、自分がしたいカラフルなインテリアと合う色は何だろうって考えた時に、やっぱりシンプルな白がいいなと思って白いタイルを DIY というんですかね、敷き詰めていったっていう形になっています。でこちらは退去する時のことを考えて、両面テープなどでは貼らずにタイルの裏同士を養生テープで留めて置いているだけになります。玄関から部屋に上がるとすぐにキッチンがあります。築50年ではあるんですけど、キッチンは入居時に全てリフォームされていて、今のような状態になっています。ただガスコンロは設置されていなかったので、自分でリンナイのバーモというガスコンロを買いました。このガスコンロがですね、ちょっと
つけてみると火力がすごく強くて、強火の料理も問題なくできるっていうようなガスコンロになっています。このリバーライトという鉄フライパンで最近料理をするのにハマっています。キッチンには窓があってすりガラスになっているので本当は必要ないんですけど、おしゃれのためにブラインドをつけています。でブラインドは楽天でオーダーしました。幅がすごい長いんですけど、そこのお店は幅が長いサイズも対応していて購入することができました。窓のところにはラッセル・ホブスの電動ミルを置いていたり、コンクリの源さんが作られたモノリスのスマホ立てを置いて、料理をするときとか洗い物をするときとかはここでスマホを置いて動画を見ています。こちらはヨープというブランドでハンドソープと食器用洗剤を置いてます。香りもすごいいいですし、なんか肌にも優しい感じがするし、何よりパッケージが可愛くてパケ買いをしたんですけど、買ってよかったなと思っています。その横にはダルトンの歯ブラシスタンドを置いています。歯ブラシうねうねですごい可愛いんですけど、これは楽天で買ったもので2本セットでかける5セット入ってて1000円ぐらいのもので、すごい磨きやすいですし、見た目も可愛くてテンション上がるのでおすすめです。でこちらの鏡がスタジオクリップで買ったものになります。独立洗面所がないので普段キッチンで身支度をしています。なのでキッチンにも鏡を置いているっていうような感じです。キッチンの横には空いているスペースがあったので、冷蔵庫の他に棚を置いてカフェスペースを作りました。こだわったのはキッチンの奥行きと同じ奥行きの台ということで探した結果、 IKEA のユナクセルという棚を見つけました。カスタムもできるようなものになっていて、左はノーマルな棚になるんですけど、右のものは格子状のカゴを4個つけて引き出し風にして使っています。ちょっと中は汚いんですけど、1段目はコップ、2段目は食器、3段目は紅茶の茶葉、4段目はちょっとお見せできないぐらい汚いんですけど、紅茶のティーバッグだったりコーヒーを入れています。このカフェスペースで一番目立っているのがこちら、オレンジのかわいいモコモコした棚です。こちらがコモコというブランドのスタンドになっていて、このなみなみした形と、ここ後ろがオレンジで台がピンクっていう組み合わせになっているんですけど、すごくお部屋に映えて可愛いです。で IKEA の食器スタンドとマグカップツリーを使って平皿とマグカップは収納しています。ラッセル・ホブスのケトルはすごく使いやすくて便利です。エスプレッソは毎日の日課でコーヒーを飲むときに使っています。キッチンの後ろにはダイニングがあります。間取りとしては 1LDK になるので、おそらくここはキッチンの一部だと思うんですけど、ダイニングとして使っています。なので実質 2DK のような形で使っています。ダイニングと玄関の横にあるこちらの台は、下が靴箱になっていて上が棚になっているというちょっと不思議な棚になっています。カバンを引っ掛けているこのうねうねとしたバーは
こちらも先ほどと同じコモコのものになっています。こちらのスペースは色を結構使っているスペースになっていて、ピンク、緑、オレンジ、黄色をベースにしたコーナーになっています。色が全然絞れていないですね。このピンクのミラーはフライングタイガーのものになっています。でフライングタイガーのものはこちらにもあって、どんだけイヤホンがあるねんって感じなんですけど、イヤホンを入れているフラミンゴのお皿もこちらフライングタイガーで購入しました。ディフューザーは前の家から同じものをずっと使っていてお気に入りなものなんですけど、白のスパイスオブライフという香りを使っていて、ちょっとお高いものにはなるんですけど長く使えるし、すごくいい香りなので、白のお店に行った時はぜひ匂いを嗅いでみてほしいです。ミラーの後ろにある家の形をした箱があると思うんですけど、これはブックハウスネストというもので、本を入れたりとか本棚に置いてブックネストとして本が倒れないようにして使ったりとか、そういう風に使えるものになっています。楽天でも売っているのですが、私は楽天でふるさと納税でもらったものになっていて、3個セットでサイズ違いのものがマトリョーシカのように重なるものになっているんですが、これは一番大きいサイズになるので、あと2個また出てきたら紹介したいと思います。で奥にあるこの切り子のような花瓶と、手前のぐるぐるうねうねしたこの花瓶は CC フラワーベースというオンラインショップで購入しました。どれを見ても可愛くて欲しくなるっていうようなお店なので、よかったらチェックしてみてください。ちなみに後ろに飾ってある絵は自分で描きました。テクスチャーアートでボコボコしてて可愛いです。キラキラもしています。でこの棚の横にはこの家のメインを張る家具、ダイニングテーブルが置いてあります。でこのダイニングテーブルがラグハウスのラウンドテーブルになっていて、サイズは3人掛け用のものになっています。今までは IKEA のデスクでご飯も食べたり仕事もしたり一人でしていたんですけど、2人暮らしを始めた時にやっぱりそれだとなんか寂しいよね、使いにくいよねっていうことで丸いテーブルを置くことを決意し、探した結果ラグハウスのこのテーブルが一番この家にはぴったりくる、しっくりくる、かわいいと思って選びました。足の部分が不思議な形をしていて黄色くて他にはないデザイン、本当に可愛いです。置いてある椅子は2脚ですごい格差があって日々譲りながら使っているんですけど、 IKEA のドムステンというスツール、これもオレンジの足がすごい可愛くて木の座面になっていて、そこにチェアパッドを敷いているんですけど、それとこれは私がコロナ禍の在宅ワークが始まった時から使っているオフィスチェアですね。伊藤木のワントーンチェアというものになっていて楽天で買いました。すごい座りやすくて、名前の通り色がワントーンで、私は緑を使っているんですけど、可愛いオフィスチェアを探している人にはおすすめです。床に敷いてあるラグはまさかのイオンのものです。引かなくてもいいんですけど、なんで引いてるかというと、このフロアタイルとこのオフィスチェアのゴロゴロの相性がちょっと悪くて、フロアタイルにひびが入りやすくなってしまうのでラグを敷いているっていうような感じになっています。ちょっとチラ見えしたんですけど、ここ配線が汚いんですが、充電器などをここにキャッチしてくれるものをつけていて、
電源タップがこの青い差し色になって可愛いファーゴのものになっています。ここでスイッチを入れたり消したりができて便利です。で、ここにはライトがあって、夜は基本このライトを使っています。目に優しくて明るくてちょっとエモい雰囲気になれる感じです。これも楽天で買いました。で、口コミを書くとこの電球ももらえるってことだったので、口コミも書いて無料で電球をゲットしました。後ろの写真が貼ってあるボードは後で紹介するんですが、和室と洋室の間の襖を取って貼って剥がせる壁紙を貼って自分でプチ DIY をしたものになっています。このお花もめっちゃ可愛いと思うんですけど、この花瓶も楽天で買いました。すごい、もう季節のお花とか葉っぱを適当にパッパッパって刺すだけで絵になってくれる花瓶です。で、ダイニングの後ろにはすぐ水回りのコーナーがまとまっています。そのため全然おしゃれじゃないリアルな生活感が見えてしまうんですけど、着たものを洗う洗濯物入れがここに IKEA の袋で置いてあって、その横には除湿機が置いてあります。40平米しかない家なので、うまく場所をやりくりして使っています。水回りのスペースはこちら、お風呂と洗濯機とトイレっていうような配置になっていて、脱衣所がないので上から突っ張り棒で IKEA のカーテンをつけて一応脱衣所として使えるようにしています。ちょっとあんまり綺麗じゃないのでこのぐらいの距離でお見せするんですが、ドラム式洗濯機はキューブルを使っていて、乾燥する時の温度がそんなに高くならないものっていうことで、部屋が暑くなりにくいっていうところと洋服が傷みにくいっていうところが気に入って選びました。見た目もいいですよね。上の収納は楽天のものなんですけど、私がいろんなところ、ニトリとかも行ったし、楽天もいっぱい探したし、その探した中で一番デザイン性が高くって値段もお手頃でいいと思った商品になるので、これはもうぜひ一人暮らしとか二人暮らしとかこれからする人、買う人はもうこれを買ってほしいっていうアイテムになっています。はい。で、真ん中の2個のカゴはもともとこの商品についてきて、他のカゴは自分で100均とか3COINSで集めたものになるんですけど、ちょっとあんまり綺麗ではないですね。おしゃれでもないですね。置き方がなんですけど、こんな感じで実用的に使っています。トイレはじゃじゃーん、こんな感じです。はい。タイルです。お風呂もタイルなんですけど、トイレもタイルで、玄関と同じフロアシートを敷いているんですけど、もともとこの壁と同じ色のタイルが敷いてあって、ちょっとそれだとあまりにも古い感じがするなと思ってフロアシートを敷いたという流れになります。トイレにも絵が飾ってあって、自分で描いた絵で、少しでもおしゃれな雰囲気になるようにトイレットペーパーのホルダーは自分で買って賃貸でもつけられるものになるんですけど、取り付けました。ポイントとしては、トイレットペーパーの他にタオル掛けがあるのと、予備のトイレットペーパーを収納できるというところがいいなと思ってこれを選びました。で、こちらがさっき言ったブックネクストの一番小さいサイズになります。
トイレには窓がついてるんですが、窓際には作家さんの絵だったりとか、ナスで買った木のお花、かわいいとか、もうちょっと死にかけなんですけど、エアプランツを置いています。トイレはこんな感じでした。以上が玄関から向かって右側のエリアの紹介でした。左側の方へ移っていきます。左側はこんな感じの雰囲気になっています。手前に洋室、奥に和室というような構成です。左側は洋服収納とバッグの収納、帽子の収納をしています。もともとここに前はドレッサーのような場所を作っていたのですが、本当に洋服の量が多いので、無印の収納ケースを使って畳める洋服はすべてここに収納しています。ちょっとごちゃごちゃしているように見えるんですが、カラフルなインテリアをしている我が家なので、ちょっとアクセントになっているかなと思います。どうなんだろう。で、上はここちょっと上側に見えるかな、突っ張り棒があって突っ張ってるんですね。ここにフックをつけてカバンをぶら下げています。で、ちょっとカバンの並びの色味に合わせて上の帽子も置き方を合わせております。この帽子の収納は単純にダイソーで買ったピン付きのフックを刺してそこにかけているっていうような感じになっています。で、横側には全身鏡を置いています。全身鏡の後ろには先ほどダイニングにもあった青いボードと同じようなものが置いてあって、襖に貼って剥がせる壁紙を貼ってカラーボードとして置いています。全身鏡の周りには IKEA のテーブルに自分でタイルを貼って DIY をしたテーブルだったりとか、観葉植物、ここにもキャラクターがおります。ゴリラのラグだったりとか、 IKEA のランプだったりとか、いろんなものをごちゃごちゃと置いてあります。今日の洋服はユニクロのドラゴンボールのスウェットです。ちょっと鏡が汚くてすいません。よいしょ。あ、ここにもいる。ここの謎の紐です。謎の紐です。だって謎の紐なんですけど、これですね、実はライトでして、よいしょ。ちょっと部屋が明るいんで見えにくいんですが、こんな感じで光ってます。これがアーティスティックな雰囲気を出してくれて、夜これもつけるんですけど、癒しの空間になってくれています。結構家の中でもこのコーナーはお気に入りのゾーンで、好きなものをごちゃごちゃと置いてるだけなんですけど、だからこそ好きなんですかね。こんな感じで雑誌とかファーストキスのパンフレット置いてます。たまに読みます。花瓶も結構いろいろあって、
これはテントテンっていう雑貨屋さんのものになっているんですけど、で奥の青銅の花瓶はヒストという古物店のものになっていて、こちらの花瓶は京都にある進化型古着屋森っていうところで京都旅行行った時に買って、その時も可愛いって気に入っちゃったものが3個あったので、3つ旅行に行ったのに3つ花瓶を持って帰るっていう超重かったんですけど、なんとか頑張って持って帰ってきました。そして反対側です。反対側にはもともと洋服収納をしていた場所にあったドレッサーのような場所を置いています。IKEA のキャビネットにいろんなものを入れているんですけど、そこと楽天で買った鏡を合わせて組み合わせてみました。可愛いライトを上からぶら下げて、ちょっとした香水、ハンドクリーム、アクセサリーコーナーを無印の壁につけられる家具で作ってみたりとかしています。こちらも先ほどのテーブルと同じように自分でタイルの DIY をしたトレイを置いていて、そこの上にちょっとしたカラフルな小物たちを置いています。癒されるマダデザインさんのくるくる。この IKEA のキャビネットの中はスキンケアとかメイク道具とかそういったものを置いています。ドライヤーとかも置いてます。鍵のところにはちょっと集めている目印アクセサリーをつけてます。右側はチャイハネで買ったお香をここに収納しています。これ一つ770円で20本ぐらい入ってるのかな。で、意外といい匂いでコスパよく香りを楽しめるので、お気に入りのものがあればぜひ買ってみてください。私的にはこのレインフォレストとインディアンサマーっていう香りがすごい好きです。もうね、どっちもあんまりないんですけど、はい。キャビネットの横にはドロワーラインをつけています。カーテンは楽天でオーダーしたバーチカルブラインドです。こんな感じ。めっちゃ明るい、いいね。天気が良いです。このバーチカルブラインドでできる光の影がすごい綺麗です。で、横には観葉植物で、こちらの壁にはまず猫の時計。こちらドラマを見ていたら小道具で出てきて、もう可愛すぎると思ってめっちゃ画像検索とかで探したものになっていて、楽天で買いました。で、こちらの3連になっている鏡はヒストという古物店で購入したものになっています。下の観葉植物を置いている、分かりにくいんですけど切り株ですね。こちらは那須に旅行行った時にノーフォークギャラリーっていうお店に行ったら置いてあって売ってて、もうめっちゃ可愛いと思って、もうほんと一目惚れでもう即決しちゃったものになってます。ここはちょっと癒しの観葉植物コーナーでございました。可愛いですね。
先ほどから襖の DIY をしたっていうようなお話をしていたと思うんですけど、この洋室と和室の間に襖が2枚あったんですね。正確には和室側は襖のような見た目で、洋室側は引き戸のような見た目で、木の一枚板というような感じだったので、その木の一枚板っていうような側に貼って剥がせる壁紙を貼りました。で、なぜ襖を取っちゃったかっていうと、和室と洋室の間を区切りをなくして広いワンルームのような形で使いたかったからっていうような理由になっていて、ただ何もないとちょっと空間の仕切り感がないなと思ったので、この棚を DIY をして作ってみました。2x4 材と 1x4 材をホームセンターで買ってカットして、それを自分で組み立てて、あとちょっとオイルを塗りました。はい、そんな感じで DIY の動画もあるんですけど、よかったら見てみてください。で、ここにはレゴのお花だったり、趣味のカメラだったり、フィルムカメラですね。あとは、積読本だったりとか、読み終わった本もあるんですけど、を置いたり、あとは蔵前のお店で一目惚れして買った外国の布の絵本、表紙が布の絵本も置いたりしています。はい。それではいよいよ最後のコーナー、和室に移っていきたいと思います。和室はこんな左側は押し入れゾーンと洋服ラックゾーンがあり、反対側はリラックスゾーンのベッドとソファーがあります。洋服ラックはもう本当に見ての通りコート類をかけてるんですけど、もうすごい重量重いものがいっぱいかかってるので、楽天で強力そうなものを選んで買いました。で、今までの部屋と違ってちょっと和モダンな雰囲気にしたかったので、あんまり今までは使ってない黒のアイアン素材を使っていたり、電気も黒い配線のものでちょっとぽってりした形のもの、これも楽天なんですけど、形が可愛くて気に入っています。ドロワラインも黒のものを使っています。ベッドは牢屋のすのこベッド、サイドテーブルも牢屋のものです。で、このブランケットは電気毛布になっていて、仕事する時とかちょっとここでゆっくり過ごしたい時、寒い時に使っています。やっぱり古い家なのでほんと冬は寒いんですけど、暖房を使いたくないっていう気持ちがあるので、電気毛布だったりとかヒーターでなんとか寒さをしのいでいます。で、すごくインパクトのある大きさのソファー、こちらルージーというビーズソファーになっています。オットマン付きですごくリラックスできます。で、カバーが24色ぐらいあるのかな、24色ぐらいあるので、今はブラッドオレンジのような色にしているんですけど、またインテリアが変わったりしたら違う色にしてもいいかなと思っています。で、こちらの壁にはキッチンにもあったコモコのDIY キットを使って自分でこの和室に合うような色をニュアンスっぽく塗って作ったものになります。で、そこの上にはブーモさんのコアラの親子とエンジョイセラミッククラブさんの盆栽を置いてます。すごいどっちもお気に入りで、この和室をいい感じにまとめてくれてる象徴の2つになっています。和室のポイントとしては、あえてこちらの窓はカーテンにして、
こちらの窓はブラインドにするっていうようなちょっと工夫をしてみました。でブラインドは楽天で、こちらのカーテン2枚重ねになっているんですけど、手前のカーテンは無印のもので、奥のものが韓国のものになっているんですけど、こっち南側の窓なんですが、こうレースが透けて見える感じがすごい可愛くって、柔らかい光もあるので癒されるなという感じで、こっちのブラインドに関しては東側になるので、朝起きた時にそこまで眩しくないような感じになるので、あえてそんな感じで使い分けをしてみています。でベッドの奥にあるのがこれ月のライトで、一人暮らしの時からずっとあるんですけど、電気がつきます。でここがスライドできて月の形が変えられるアイテムになってます。はい、いかがでしたでしょうか。2人暮らしってなるとどうしても荷物が多くなっちゃって、特に今回は2人暮らしを始めたタイミングで新しい家に引っ越すのではなくて、私が住んでいた家に2人で住むっていうような流れだったので、こんな感じでもともとある家具を生かしながら収納を頑張らねばならないっていうような状況だったので、ちょっとごちゃごちゃしている部分もあるのですが、これはこれで気に入っています。自分たちが好きなアイテムに囲まれて心地よく暮らしている家になります。またインテリアが変わったりとか、ちょっと収納方法が変わったりとか、季節が変わったら改めてルームツアー動画上げられたらいいなと思っているので、次回の動画も楽しみにしていただけたら嬉しいです。それでは次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。